レッスン1、空港の Wi-Fi 接続。アンナさん、こんにちは。空港の Wi-Fi に接続したことがありますか？こんにちは、ジョン。はい、以前空港の Wi-Fi に接続したことがあります。接続についてサポートが必要ですか？はい、どうすればいいのかわかりません。その過程を案内してもらえますか？確かに、それはかなり簡単です。まず、端末の Wi-Fi がオンになっていることを確認します。はい、Wi-Fi はオンになっています。次は何？利用可能な Wi-Fi ネットワークを探し、空港名または類似の識別子に対応するネットワークを選択します。いくつかのネットワークが一覧表示されています。信号強度が最も高いものを選ぶべきでしょうか？はい、通常は信号が最も強いネットワークを選択することをお勧めします。これにより、より安定した接続が保証されます。よし、空港の Wi-Fi ネットワークを選択しました。次のステップは何？ネットワークに接続したら、ウェブブラウザーを開きます。ログインページにリダイレクトされるはずです。わかった。ログインページが表示されるようになりました。何をすればいいの？通常、利用規約に同意するか、提供されている場合はパスワードを入力する必要があります。画面の指示に従ってログインプロセスを完了します。利用規約に同意しました。他にやるべきことはある？それだ。ログインに成功すると、空港の Wi-Fi にアクセスできるようになります。インターネット接続をお楽しみください。素晴らしい。ご指導ありがとうございます。感謝しています。レッスン2、時間の見積もり。アンナさん、こんにちは。質問があります。できるだけ、わかります。大まかな見積もりをしてもらえますか？こんにちは、ジョン。もちろん、最善を尽くして見積もりを出すよ。どんなことで助けが必要ですか？ロードトリップを計画しています。ここからビーチまで車でどれくらいかかると思う？これは、交通量や距離などの様々な要因によって異なります。2つの場所の間のおおよその距離を教えていただけますか？約200マイルです。しかし、もちろん、交通渋滞により長くなることもあります。OK。平均すると、交通量が少ないと仮定すると、ビーチに到着するまでに約3から4時間かかる可能性があります。それほど悪くはない。交通量が通常少ない特定の時間帯はありますか？通常、早朝または深夜は、ラッシュアワーに比べて交通量が少なくなります。ドライブをスムーズに行うには、この時間を検討する価値があるかもしれません。知っておくと役に立ちます。ありがとうございます。他に考慮すべきことはある？はい、ルート沿いに道路の閉鎖や建設工事がないか常に確認することをお勧めします。これにより、移動時間に影響が出る可能性があります。事前に道路が通行止めになっていないか確認しておきます。思い出させてくれてありがとどういたしまして。安全は常に最優先されるべきだ。他に何かお手伝いできることはありますか？う。実は、もう一つ。帰りはどう？それと同じくらいの時間がかかりますか？
交通状況が似ていると仮定すると、所要時間はほぼ同じと思われます。状況は変わる可能性があるので、準備しておくのが一番です。理解しました。それに応じて計画します。ご指導ありがとうございます。感謝しています。レッスン3、レコメンデーションサービス。アンナさん、こんにちは。個人的には人気のあるものをいくつか使って良い経験をしました。こんにちは、ジョン。それは嬉しいよ。それらのサービスのいくつかを私に勧めてもらえますか？絶対に。私が強くお勧めするサービスの一つは、オンラインストリーミングプラットフォームです。映画やテレビ番組の膨大なライブラリーがあります。それは面白そうですね。自由時間には映画や番組を見るのが好きです。他にどんなサービスを提案しますか？検討する価値のあるもう一つのサービスは、音楽ストリーミングプラットフォームです。あらゆる気分に合わせた幅広い曲やプレイリストを提供しています。それは素晴らしいです。私は音楽を聴くのが大好きなので、多様な音楽ライブラリーにアクセスできるといいですね。他に何かおすすめはありますか？はい、フードデリバリーサービスもおすすめです。料理をしたり、外食したりする気がしないときに便利です。ああ、その魅力は確かにわかります。時々、美味しい食事を玄関先まで届けてもらうのもいいですね。他に何か提案はありますか？最後に、おすすめは配車サービス。特に車を持っていない場合は、市内を移動するのに便利で信頼できる方法です。それは素晴らしい提案です。特に新しい場所を探索するときは、信頼できる交通手段を用意することが重要です。推薦していただきありがとうございます。どういたしまして。お役に立ててよかったです。これらのサービスにより、私の生活がより簡単になり、より楽しくなりました。皆さんにも同じことができることを願っています。感謝するよ。ぜひ試してみて、私の毎日のルーチンをどのように充実させるか見てみます。あなたの経験を共有してくれてありがとう。問題ありません。きっと役に立つと思うよ。他に質問がある場合や、さらに推奨事項が必要な場合は、遠慮なく質問してください。これらのサービスをお楽しみください。レッスン4、空港への移動。アンナさん、こんにちは。空港に直接行く電車があります。パーフェクトだね。こんにちは、ジョン。便利な交通手段があるのは素晴らしいことです。電車はどれくらいの頻度で走りますか？電車は頻繁に、通常は15分間隔で運行しています。そのため、乗り遅れる心配はありません。それは素晴らしい。電車に簡単に乗れると分かっているので、柔軟性と安心感が得られます。絶対に。さらに、空港まで電車で行くのはとても快適で効率的です。それを聞いて嬉しいよ。特に荷物を持って旅行するときは、スムーズな旅をすることが大切です。間違いなく。また、駅にはショップやカフェなどのアメニティがあり、旅がより楽しくなります。それはおまけだ。電車に乗る前にコーヒーか軽食を取ることができます。これにより、体験がより楽しくなります。まさに、私たちの旅行体験を高め、思い出深いものにするのは、
これらの些細なことです。これ以上は同意できませんでした。細部へのこだわりは、ポジティブな旅行体験を生み出す上で大きな違いを生みます。絶対に、小さな快適さと便利さが合わさって、素晴らしい旅が生まれます。今、この旅行を本当に楽しみにしています。電車のオプションがあることを知っていると、さらに便利になります。それを聞いて嬉しいよ。電車が運行しているので、空港へは楽に行けるだろ間違いなく。特に重要な旅行では、信頼できる交通手段があるのは心強いです。う。絶対に、すぐに空港に到着し、次の冒険の準備をします。待ちきれません。列車のオプションを提案していただきありがとうございます。これで私たちの旅はずっと便利になるだろう。どういたしまして、お役に立ててよかったです。空港までの旅を最大限に活用して、思いっきり旅を楽しみましょレッスン後、旅行の必需品。アンナさん、こんにちは。次の旅行の準備をしています。服とトイレタリーの準備はできています。あれは私が詰めるよ。他に覚えておくべき必需品はありますか？こんにちは、ジョン。服とトイレタリーがカバーされているのは素晴らしいことです。これらに加えて、梱包を検討したいその他の必需品をいくつかご紹介します。ああ、もっと教えてください。必要なものがすべて揃っていることを確認したい。まず、プラグの種類が異なる別の国に行く場合は、トラベルアダプターを忘れずに持参してください。良い点です。電池切れになってしまいたくない。旅行用アダプターは必ず用意しておきます。もう一つ欠かせないのが、外出先でもデバイスの電源を入れたままにするためのユニバーサル充電器またはパワーバンクです。それは賢い提案です。旅行中に電池切れにならないように、必ずモバイルバッテリーを用意しておきます。また、原本を紛失したり盗まれたりした場合に備えて、パスポートやその他の重要な書類のコピーを用意しておくことをお勧めします。そんなこと考えたこともなかった。コピーを作って、元の書類とは別の場所に保管しておきます。さらに、旅行中に水分を補給し、プラスチック廃棄物を減らすために、再利用可能なウォーターボトルを持参することを検討してください。それは素晴らしい提案です。再利用可能な水筒を必ず持参します。旅行中は水分補給をしておくことが大切です。最後に、旅行中に必要になる可能性のある必要な薬や処方箋を忘れないでください。絶対に、すべての薬を再確認して梱包し、確実に手元に置いておきます。それは必需品をカバーしています。他に聞きたいことや話し合いたいことはありますか？いいえ、それは完璧です。ご協力ありがとうございます。感謝しています。レッスン6、パッキングリストの作成。アンナさん、こんにちは。次の旅行について考えていました。事前に話し合って計画を立てるのに最適なアイデアです。また、パッキングリストを作成し、必要なものをすべて集める必要があります。こんにちは、ジョン。もちろん、パッキングリストを用意することは、整理整頓を保ち、重要なことを忘れないようにするために不可欠です。さあ、始めましょう。
まず、目的地の天気とアクティビティを検討する必要があります。そうすれば、適切な衣類や靴を梱包できます。それは良い点です。準備ができていない状態で捕まってほしくない。天気予報を調べて、ふさわしい服をメモしておきます。その間、トイレタリー、旅行書類、必要な電子機器など、一般的な必需品のリストを作成します。素晴らしい。ハイキング用品や水着など、予定しているアクティビティに必要になる可能性のある特定のアイテムも含めましょう。アクティビティについて言えば、ビザの要件など、目的地で制限や特別な要件がないかどうかを確認する必要があります。絶対に。安全とコンプライアンスは極めて重要です。目的地に必要な渡航書類と健康に関するガイドラインを調べます。また、特に長旅の場合は、旅に備えて軽食やエンターテイメントオプションを用意しておくことをお勧めします。いい考えだ。スナック、本、そしていくつかゲームもリストに追加します。旅がもっと楽しくなるよ。もう一つの重要な側面は、必要な医薬品や応急処置用品を梱包することです。不測の事態に備える必要があります。間違いなく。旅行中に必要な小さな救急箱と処方薬を必ず用意しておきます。最後に、リストを再確認して、何も見落としていないことを確認しましょう。徹底的に準備しておいた方がいいです。同意した。リストを一緒に確認し、スムーズで楽しい旅行に必要なものがすべて揃っていることを確認します。ありがとうございます。このパッキングリストの作成にご協力いただきありがとうございます。これで私たちの旅行はずっと計画的になるだろう。どういたしまして。喜んでお手伝いします。それでは、リストにあるすべてのアイテムを集め始めましょう。絶対に、必要なものをすべて集めて、ストレスのない旅をしましょう。楽しみです。私も。素晴らしい冒険になるよ。そのための準備を万全に整えましょう。間違いなく。再度、ありがとう。ご支援に感謝します。レッスン7、群衆を打ち負かす。アンナさん、こんにちは。美術館への訪問を考えていました。午前10時はどうですか？そうすれば人混みを打ち負かすことができる。こんにちは、ジョン。それは素晴らしい計画のようですね。長い行列や混雑を避けるには、その日の早い時間に訪れるのが賢い方法です。さらに、急ぐことなく展示を探索して楽しむ時間が増えます。絶対に。特に芸術や歴史的遺物を鑑賞するときは、リラックスしてゆったりとした体験をするのはいつでもいいことです。私も同感です。ですから、午前10時頃に美術館に到着することを目指して、時間を最大限に活用し、忙しい時間を避けます。それは私にとってはうまくいきます。それに応じて朝の計画を立てることもできますし、美術館に行く前に軽い朝食をとることもできます。いいアイディアだ。近くのカフェやベーカリーを探して、一日の始まりに軽食とコーヒーを飲みましょう。パーフェクトですね。美術館の展示に完全に没頭するのに必要なエネルギーを与えてくれるでしょう。
そして探索が終わる頃にはランチタイムになり、近くで食事を楽しめる素敵な場所が見つかります。それは素晴らしい計画です。文化体験を締めくくりたいなら、郷土料理を提供するレストランを探しましょう。絶対に、地元の食べ物を試すことは、どんな旅行でも常にハイライトです。事前におすすめを聞いたり、リサーチをしたりすることもできます。素晴らしい提案です。そうすれば、最高の食事場所がわかり、その場で探すのに時間を無駄にすることがなくなります。まさに、時間を最適化し、美術館や周辺地域への訪問を最大限に活用することがすべてです。これ以上は同意できませんでした。前もって計画を立て、戦略的にタイミングを決めることで、思い出に残る楽しい一日を過ごすことができます。同じ考えでいてくれて嬉しいです。素晴らしい経験になるだろうし、楽しみにしているよ。私も、博物館を見て回り、郷土料理を堪能するのが待ちきれません。忘れられない一日になりそうです。間違いなく、タイミングを調整して、このような資料深い計画を提案してくれてありがとう。どういたしまして。私たちの冒険に貢献できることを嬉しく思います。時間を最大限に活用して、素敵な思い出を作りましょう。絶対に、人混みを打ち負かして、美術館で素晴らしい一日を過ごしましょう。レッスン8、適切なベッドの選択。こんにちはアンナ。私は新しいベッドを買うことを考えていました。ベッドはどう？探すべき特定のタイプのベッドはありますか？こんにちは、ジョン。ベッドに関しては、考慮すべきオプションがいくつかあります。それはあなたの好みや特定のニーズによります。なるほど。注意すべきベッドの種類にはどのようなものがありますか？さて、フレームとマットレスを備えた伝統的なベッド、プラットフォームベッド、調節可能なベッド、さらには共有スペース用の2段ベッドもあります。興味深い。各タイプのベッドの利点は何ですか？従来のベッドは用途が広く、様々なスタイルがあります。プラットフォームベッドはモダンでミニマルな外観です。調節可能なベッドは快適さをカスタマイズでき、2段ベッドはスペースを最大限に活用するのに最適です。知っておくと役に立ちます。快適で丈夫なものを探しています。マットレスのオプションについて考慮すべきことは何ですか？快適さとサポート力を高めるため、メモリーフォーム、インナースプリング、ラテックス、ハイブリッドマットレスからお選びいただけます。それぞれに独自の特徴と利点があります。それを心に留めておくよ。ベッドサイズは？検討すべき標準サイズはありますか？はい、最も一般的なベッドサイズは、ツイン、フル、クイーン、キングです。選択するサイズは、スペースと個人の好みによって異なります。OK。自分の部屋のサイズを測って、どのサイズが一番合うか見てみます。他に心に留めておくべきことはありますか？間違いなく、ベッドの高さ、組み立てのしやすさ、リネンやその他のアイテムを入れるスペースが必要な場合は、収納オプションなどの要素を考慮してください。良い点です。必ず高さを確認して、収納付きのベッドも探してみます。そりゃ便利だね。計画のように聞こえます。
また、レビューを読んで価格を比較して、予算に見合った最適な価格を見つけることを忘れないでください。絶対に、決定を下す前に、いくつかの調査を行い、様々なオプションを検討します。それは賢いことだ。時間をかけて、情報に基づいた選択をしてください。ぐっすり眠るには、質の良いベッドが不可欠です。ありがとうございます。あなたのアドバイスはとても役に立ちました。このプロセスにおけるご指導に感謝します。どういたしまして。お手伝いできてよかったです。快適でサポート力のあるベッドは投資する価値があることを忘れないでください。私も同感です。快適さと耐久性の両方を優先して、賢い選択をするようにします。それが正しい考え方です。あなたのニーズにぴったりなベッドが見つかると確信しています。ご信頼いただきありがとうございます。検索を開始して、あなたのアドバイスを心に留めておきます。幸運を祈ります。夢のベッドが見つかるといいですね。再度、感謝します。決めたら、お知らせします。レッスン9、郷土料理を探る。アンナさん、こんにちは。次の旅行について考えていました。それはいい考えだ。気が向いたら地元のレストランを試してみることもできます。こんにちは、ジョン。絶対に。地元の料理を試食することは、文化に浸り、旅行体験を向上させる素晴らしい方法です。私も同感です。訪れた地域ならではの新しい味や料理を味わうのはいつもワクワクします。間違いなく。地元の人に聞いたり、リサーチをして、本格的な地元の名物料理を提供する人気のレストランを見つけることができます。それは素晴らしいですね。いろんな種類の料理を試してみたいと思っています。特におすすめの郷土料理はありますか？目的地にもよりますが、人気のある選択肢としては、シーフード料理、郷土料理、伝統的な屋台の食べ物などがあります。考えているだけでお腹が空いてきます。特にストリートフードが気になる。出くわすかもしれない例にはどんなものがありますか？屋台の食べ物は信じられないほど多様で美味しいです。タコス、ケバブ、餃子、さらにはエキゾチックなフルーツやスナックなどが見つかるかもしれません。ヤム、ストリートフードを食べてみたいよ。外出先で地元の味を味わうのに最適な方法です。絶対に。また、座って食事を楽しみたい場合は、名物料理で知られる地元のレストランを探索することもできます。それは計画のように聞こえます。私は常に新しいことに挑戦し、料理の視野を広げたいと思っています。それが精神です。新しい体験を取り入れ、目的地の味を味わうことがすべてです。これ以上は同意できませんでした。旅の冒険と同時に美食の旅をするようなものです。まさに。そして、故郷で再現できる新しいお気に入りの料理やフレーバーを発見するかもしれません。それは素晴らしいでしょう。目的地の料理の一部を料理のお土産として持ち帰ってください。確かに。旅の思い出を残し、友人や家族と体験を共有できる素晴らしい方法です。絶対に。
旅行中に食べた素晴らしい料理について、私たちが語らなければならない話はすでに想像できます。美味しくて思い出に残る体験になるでしょう。この料理の冒険を一緒に始めるのが待ちきれません。私もです。味覚の準備をしておき、食欲をそそり、待っている美食を楽しみましょう。同意した。地元の料理を探求し、新しい味や料理の発見への欲求を満たすことです。乾杯。風味豊かな旅に出て、途中で忘れられない食事体験を作りましょう。レッスン10、氷を砕く。アンナさん、こんにちは。会話を始めるときは、フレンドリーで親しみやすい方法で人々にアプローチすることが重要です。こんにちは、ジョン。絶対に。第一印象を良くし、心地よい雰囲気を作り出すことで、楽しい会話の雰囲気を整えることができます。間違いなく、笑顔でオープンなボディーランゲージを使うことで、他の人を安心させ、話すことをより受け入れやすくなります。その通りだ。相手に真の関心を示し、相手に大切にされ、耳を傾けられていると感じさせることが重要です。アクティブリスニングは非常に重要です。相手の話に関心を持ち、興味を持っていることが伝わってきます。絶対に。自由回答形式の質問をすることで、その人は自分自身や自分の考えについてもっと共有するようになります。それは素晴らしいヒントです。自由形式の質問では、単純なはいまたはいいえの回答だけでなく、より深い会話の余地が生まれます。まさに。会話を支配することを避け、相手に自分を表現するスペースを与えることが重要です。私も同感です。話すことと聞くことのバランスを取ることが、有意義で楽しい交流を育む鍵です。もう一つの重要な側面は、会話を始める際に文化の違いに注意し、個人の境界を尊重することです。はい、文化的感受性は非常に重要です。さまざまな慣習や規範を認識することは、会話を丁重に進めるのに役立ちます。間違いなく。特に多様なバックグラウンドを持つ人々と話すときは、順応性とオープンマインドであることが重要です。絶対に、多様性を受け入れ、他者の視点から学ぶことは、会話を豊かにし、視野を広げることができます。その通りだ。すべての会話は何か新しいことを学び、異なる視点を得る機会です。これ以上は同意できませんでした。有意義な会話をすることは、私たちが個人的にも知的にも成長するのに役立ちます。また、ポジティブな気持ちで会話を始める際に、心からの褒め言葉や優しい言葉の力についても言及する価値があります。それは素晴らしい点です。褒め言葉は、すぐに気分を良くし、親しみやすい雰囲気を作り出すことができます。そして最後に、辛抱強く理解することが重要です。すべての会話が完璧に終わるわけではありませんが、すべての試みは学習の機会です。絶対に、練習すれば、会話を始めたり、つながりを築くことに自信とスキルを身につけることができます。それが精神です。だから、自分のコンフォートゾーンから出て、周りの人々と有意義な会話をしましょう。
挑戦する準備はできている。オープンで好奇心を持ち、つながりたいという真の願望を持って会話に取り組みましょレッスン11、街を探索する。アンナさん、こんにちは。主なアトラクションの近くのホテルを探しています。公共交通機関で簡単にアクセスできる場所を見つけることが重要です。こんにちは、ジョン。絶対に。主要観光スポットに近く、便利な交通手段があると、街の探索がはるかに簡単になります。間違いなく、バスや電車に簡単に乗って、行きたい場所にたどり着くことができれば、時間と手間を大幅に節約できます。それは完璧に聞こえます。街での時間を最大限に活用し、観光の機会を最大限に活用するには、アクセシビリティが重要です。私も同感です。また、ホテルがレストランやショップに近接していることも考慮する必要があります。そうすれば、食事や地元のショッピングの選択肢があります。絶対に。地元の料理を食べたい気分でも、お土産を買いたい気分でも、近くに様々な選択肢があるといいですね。そう言ってくれて嬉しいよ。地元のフードシーンを探索したり、ユニークなアイテムを購入したりすることは、間違いなく私のやりたいことのリストに載っています。それは素晴らしいです。旅行中に新しい味を発見したり、地元の企業をサポートしたりするのはいつも面白いです。これ以上は同意できませんでした。さらに、郷土料理を試したり、地元の特産品を購入したりすることで、町の文化をより深く感じることができます。間違いなく、地元のライフスタイルに浸り、より本物の視点から街を体験するようなものです。それがまさに私が目指していることです。私たちの旅は、主要な観光スポットを訪れるだけでなく、街と本当につながりたいと思っています。私はその考え方が大好きです。観光スポットの先を探索することで、隠れた名所を発見し、心に残る思い出を作ることができます。絶対に。だから、便利なだけでなく、地元の雰囲気に浸ることができるホテルを見つけましょう。同意した。ユニークな特徴と地元の魅力で知られる活気ある地域の宿泊施設を探すことができます。それは計画のように聞こえます。町のさまざまな地区を発見し、それぞれの独特の雰囲気を体験できることにワクワクしています。私も。各地区には独自のストーリーがあり、街の秘密を探求して解き明かすのが待ちきれません。それは冒険になるだろう。街をナビゲートし、新しい場所を発見し、忘れられない体験を一緒に作りましょう。絶対に。実用的なニーズを満たすだけでなく、全体的な体験を向上させるホテルを見つけて、旅行を最大限に活用しましょう。これ以上うまく言えなかったよ。完璧なホテルを見つけて、探検と発見の旅に出ましょレッスン12、成功のための服装。アンナさん、こんにちは。どんなスーツにも合う万能ネクタイを探しています。良さそうだけど、目立つものも欲しい。こんにちは、ジョン。スーツを引き立たせるネクタイと、全体的なルックスに個性を加えるネクタイのバランスを見つけることが重要です。間違いなく、行き過ぎずに声明を出したい。プロ意識を保ちながら、自分のスタイルを示すようなもの。それは素晴らしいアプローチです。
ほのかな模様のネクタイやポップな色のネクタイは、あまり気を散らすことなく個性を加えることができます。微妙な模様のアイデアが好きです。視覚的な興味をそそり、私の服をより視覚的に魅力的にしてくれます。絶対に。ストライプや小さなドットなどのパターンは、圧倒されることなく全体的な見栄えを良くすることができるクラシックな選択肢です。それは良い選択肢のように思えます。フォーマルなビジネスミーティングからカジュアルなイベントに簡単に移行できるネクタイが欲しい。わかりました。ネイビー、バーガンディ、ダークグレーなどの多彩な色のネクタイを選ぶと、様々なスーツの色とよく合います。それは理にかなっています。ニュートラルまたはダークシェードのネクタイは、より用途が広く、様々なスーツカラーにマッチします。まさに、ネクタイの聖地も検討する価値があります。上質なシルクや質感のある素材は、洗練された雰囲気を醸し出すことができます。私も同感です。聖地はネクタイの全体的な見た目と感触に違いをもたらすことがあります。質の良い一品に投資する価値はあります。絶対に。精巧に作られたネクタイは見栄えが良いだけでなく、長持ちするので、ワードローブに加える価値があります。それを心に留めておくよ。見栄えが良いだけでなく、普段の摩耗や破れにも耐えられるネクタイが欲しいのです。それは賢い選択です。耐久性のあるネクタイに投資することで、このネクタイは今後何年にもわたってコレクションの定番アイテムであり続けることがそう言ってできます。くれて嬉しいよ。いろんな場面で自信を持って着られるように、スタイリッシュで実用的なネクタイが欲しいです。適切なバランスを見つけることがすべてです。あなたのスタイルを反映し、様々なセッティングにシームレスにフィットするネクタイです。絶対に、適切なネクタイは強い印象を与え、自信を高めることができます。これは仕事でも社会的な場でも重要です。全くその通りだ。きちんとした服装をして、ネクタイを選ぶなど細部に気を配ることは大きな影響を与えます。これ以上は同意できませんでした。そこで、スタイルをさらに際立たせ、成功へと導いてくれる完璧なネクタイを見つけることです。レッスン13、一日の始まりを正しく始める。アンナさん、こんにちは。朝はシャワーを浴びて服を着て、ヘルシーな朝食をとるという日課があります。それはその日のポジティブな雰囲気を醸し出してくれます。こんにちは、ジョン。それは一日を始めるのに最適な方法のようですね。一貫した朝のルーチンは、リフレッシュして元気を取り戻すのに役立ちます。絶対に、シャワーを浴びると目を覚まし、どんな困難にも取り組む準備ができていると感じることができます。私も同感です。朝にシャワーを浴びると五感が活気づき、次の日に備える準備が整います。その後、快適で見栄えのする服装を着ると、自信が高まり、プロの雰囲気が醸し出されます。成功のための服装は重要です。気分が良くなるような服を着ることは、私たちの考え方や生産性にプラスの影響を与えます。間違いなく、よく選ばれた服装が一日を通して私たちの気分や考え方にどのように影響するかは驚くべきことです。これ以上は同意できませんでした。そして、ヘルシーな朝食を食べると、体に栄養とエネルギーが供給され、朝のルーティンが完成します。絶対に、栄養価の高い朝食は脳と体に活力を与え、
午前中の集中力と生産性を高めます。全粒穀物、果物、タンパク質が豊富なオプションなど、栄養素のバランスが取れた食品を選ぶことが重要です。私は完全に同意します。バランスの取れた食事で一日を始めると、健康的な選択肢とより良い食習慣が身につきます。また、午前中のエネルギークラッシュを防ぎ、次の食事まで満足感を保つこともできます。それは素晴らしい点です。栄養価の高い朝食は集中力を保つのに役立ち、一日の終わりに不健康な間食を摂るのを避けるのに役立ちます。まさに、目覚めた瞬間から自分自身に栄養を与え、幸福を優先することがすべてです。これ以上うまく言えなかったよ。それは、肉体的にも精神的にも、成功に向けて準備を整えることです。絶対に。朝の日課は、私たちがその日にどのようにアプローチし、その要求に応えるかに重要な役割を果たします。いくつかの簡単なステップが、私たちの全体的な健康と日々のパフォーマンスに大きな違いをもたらすことができるのは驚くべきことです。レッスン14、おいしい料理。アンナさん、こんにちは。家に帰っておいしい食事を用意しましょう。新鮮な食材を使った料理が絶対に欲しいです。こんにちは、ジョン。それは素晴らしい計画のようですね。新鮮な食材を使った料理は風味を高め、食事をより楽しくすることができます。間違いなく、一から料理を作り、庭や市場から直接仕入れた食材を使うことには満足感があります。これ以上は同意できませんでした。新鮮な食材がもたらす自然な風味と栄養を味わう素晴らしい方法です。絶対に。さらに、家庭で調理することで、食材の品質を管理し、より健康的な選択をすることができます。それは素晴らしい点です。食事を健康にするために、有機農産物、赤身のタンパク質、全粒穀物を選ぶことができます。まさに。また、様々なハーブやスパイスを試すと、料理に深みと複雑さが増します。ハーブとスパイスがシンプルなレシピを料理の傑作に変える方法が大好きです。最高の風味を引き出してくれます。これを一つまみ加えるだけで、味と香りのシンフォニーが生まれるのは魅力的です。絶対に。そして、家族や友人と美味しい家庭料理を共有する喜びを忘れないようにしましょう。それは最高の部分の一つです。食べ物には、人々を結びつけ、心に残る思い出を作る方法があります。確かに。大切な人とつながり、満足のいく食事をしながらお互いと一緒に楽しむ素晴らしい機会です。そして一番いいのは、好みや食事のニーズに合わせて料理をカスタマイズできることです。それが家庭での料理の魅力です。フレーバーや食材は個人の好みに合わせて自由に調整できます。私も同感です。キッチンで自分の創造性を発揮する機会を与えるようなものです。絶対に。料理することで、私たちは自分自身を表現し、新しい味や料理のテクニックを探求することができます。そして、自分の手で美味しい食事を作った時の満足感は、本当にやりがいがあります。それは達成感であり、人生のシンプルな楽しみにある喜びを思い出させてくれます。これ以上うまく言えなかったよ。さあ、家に帰って、
新鮮な食材を集めて、一緒に料理の冒険に出かけましょレッスン15、誕生日のサプライズ。アンナさん、こんにちは。誕生日には、プレゼントでお互いを驚かせます。お祝いにワクワクと喜びの要素を加えます。こんにちは、ジョン。誕生日にお互いを驚かせるというアイデアが大好きです。お互いへの思いやりと感謝の気持ちが伝わってきます。絶対に。それは私たちの愛を表現し、誕生日の人を特別な気分にさせる特別な方法です。これ以上は同意できませんでした。よく考えられた贈り物は子供たちに笑顔をもたらし、心に残る思い出を作ることができます。大切なのはギフトそのものではなく、その背後にある感情です。彼らが言うように、大切なのは思いです。それは本当です。完璧な贈り物を選ぶために費やされる努力と配慮こそが、その贈り物を意味のあるものにしているのです。確かに。それは、その人の興味や好みに共鳴するものを選ぶのに十分なほどその人をよく知ることです。そして時々、最も記憶に残る贈り物は、私たちを驚かせるもの、私たちが予想もしなかったものです。絶対に、驚きという要素が、ワクワクと期待をさらに高めます。誕生日はお祝いの時間であり、サプライズがあればさらに特別で思い出深いものになります。これ以上は同意できませんでした。幸せと喜びに満ちた瞬間を作ることです。そして、サプライズの素晴らしいところは、それが心から来る限り、大きくても小さくても構わないということです。それが本質です。驚きを本当に意味のあるものにしているのは、思いと努力です。そして、相手の顔に浮かぶ幸せと驚きを見たときに感じる喜びはかけがえのないものです。送る側も受け取る側も喜びと感謝の気持ちを感じる、美しい感情の交換です。誕生日は、心のこもったサプライズを通して、愛する人に自分にとってどれほど大切かを伝える絶好の機会です。絶対に。それは彼らに愛され、感謝されていると感じさせるチャンスであり、それ自体が贈り物です。レッスン16、エキサイティングな冒険。アンナさん、こんにちは。必要なアイテムは良さそうですね。完成したら、エキサイティングな冒険に乗り出すことができます。こんにちは、ジョン。冒険に出かけるというアイデアが大好きです。新しい場所を探検して、素敵な思い出を作るチャンスです。絶対に。冒険は私たちが日常から抜け出し、いつもと違うことを体験することを可能にします。文字通りにも比喩的にも、新鮮な空気の息吹です。私たちは新しい風景を発見し、限界に挑戦することができます。冒険は私たちの好奇心を刺激し、畏敬の念と不思議の感覚で満たしてくれます。それは本当です。未知のスリルこそが、私たちを飽きさせず、旅をやりがいのあるものにしているのです。山でのハイキングから、賑やかな街を探索したり、新しいアクティビティに挑戦したりと、冒険には様々な形があります。それがその美しさです。冒険は主観的なもので、私たちを個人的にワクワクさせたり、インスピレーションを与えたりするものを見つけることです。そして、重要なのは目的地だけではありません。旅そのものが重要です。旅の途中での経験や出会い。絶対に。
私たちは新しい人々と出会い、異文化について学び、視野を広げることができます。冒険はまた、回復力、順応性、未知を受け入れることなど、人生の貴重な教訓も教えてくれます。それは私たちを快適ゾーンから追い出し、私たちが個人として成長するのを助けます。それは変革をもたらす経験です。そして、私たちが冒険の中で作り出した思い出は永遠に私たちと共にあります。それらは私たちが大切にし、分かち合う物語になります。それが魔法です。冒険は私たちの生活に何層ものワクワクと豊かさを与えてくれます。これ以上は同意できませんでした。それでは、アイテムを集めて、この冒険に乗り出し、忘れられない瞬間を一緒に作りましょう。レッスン17、エピックムービーナイト。こんにちは、アンナ。今夜映画を見るのは素晴らしいはずです。それは素晴らしいアイディアのように思えます。映画の夜のワクワク感が大好きです。こんにちは、ジョン。私も同感です。ムービーナイトはいつもリラックスして質の高いエンターテインメントを楽しむ素晴らしい方法です。絶対に魅力的なストーリーに没頭し、映画の魔法に没頭するチャンスです。これ以上は同意できませんでした。映画には私たちを様々な世界に連れて行き、様々な感情を呼び起こす方法があります。それは現実から一時的に逃避するようなもので、笑ったり、泣いたり、プロットの曲がりくねった展開にワクワクしたりすることができます。それがその美しさです。映画には深い感情レベルで私たちとつながり、永続的な影響を残す力があります。そして最高の部分は、あらゆるムードやジャンルに合った映画があることです。アクション満載の冒険から心温まるロマンスまで。絶対に。幅広い選択肢があり、様々なジャンルを探索したり、新しいお気に入りを見つけたりするのはいつも楽しいです。ムービーナイトも人々を結びつけます。みんなで共有できる体験が会話のきっかけになり、思い出が生まれます。ストーリーテリングを分析するにしても、登場人物の選択について議論するにしても、映画が議論のきっかけになるのが大好きです。ストーリーテリングの力と、クレジットが転がった後もずっとストーリーテリングがどのように刺激され、思考を刺激できるかを思い出させてくれます。また、テクノロジーのおかげで、高品質のサウンドとビジュアルで自宅にいるような劇場体験を再現できます。それは本当です。居心地の良いセットアップ、ポップコーン、そしてお気に入りの映画があれば、いつでも壮大な映画の夜を過ごすことができます。これ以上うまく言えなかったよ。だから、ずっと見たいと思っていた映画を選んで、今夜を忘れられないものにしよう。乾杯、笑いと涙、そしてシルバースクリーンの魔法に満ちた夜へ。レッスン18、旅行のヒント。アンナさん、こんにちは。フライトに関しては、通常、最もお得な料金を得るには、少なくとも数ヶ月前に予約することをお勧めします。こんにちは、ジョン。それは素晴らしいヒントです。事前に計画を立てることで、より良い価格を確保し、より多くの選択肢を得ることができます。絶対に。航空会社は早期予約者向けにプロモーション運賃を設定していることが多いので、それらを活用するのが賢明です。これ以上は同意できませんでした。さらに、早めに予約することで、残りの旅行日程を計画する時間が増えます。それは本当です。宿泊、交通機関、アクティビティなどを事前に調べて手配することができます。
これにより、土壇場でのストレスを回避し、全体的にスムーズな旅行体験を実現できます。もう一つのヒントは、旅行日を柔軟に設定することです。平日やオフピーク時にフライトすることで、お金を節約できる場合があります。それは素晴らしい点です。様々なオプションを受け入れることで、最も費用対効果が高く便利なフライトを見つけるのに役立ちます。航空会社のニュースレターや運賃アラートに登録することもお勧めします。そうすることで、特別プロモーションの最新情報を入手することができます。絶対に。これらのアラートは価格が下がった時やフラッシュセールがあった時に通知してくれるので、お得な情報を手に入れる機会が得られます。そして、スマートに梱包することの重要性を忘れないようにしましょう。身軽に旅行することで、追加の手荷物料金を節約でき、旅がより快適になります。私も同感です。必需品や多用途の衣類を梱包することで、過剰梱包を避け、必要なものがすべて揃っていることを確認できます。最後に、チェックイン、セキュリティ手続き、および遅延の可能性を考慮して、空港に早めに到着することをお勧めします。それは重要なヒントです。時間厳守でいることでストレスが減り、飛行機に乗り遅れることがなくなります。絶対に。それでは、次の冒険に向けて、これらの旅行のヒントを覚えて、旅を最大限に活用しましょレッスン19、ワンダーラストテールズ。アンナさん、こんにちは。素晴らしい旅行体験ができたようですね。そこに戻ってくれる？こんにちは、ジョン。絶対に、あの場所を再訪したいです。それは私にとってとても印象に残りました。それを聞くのは素晴らしい。目的地が私たちを魅了したら、その思い出を追体験したいと思うのは自然なことです。間違いなく。戻ることで文化をより深く掘り下げ、お気に入りのスポットを再訪し、新しい隠れた宝石を発見することができます。目的地の別の層を発見し、そことのより深いつながりを築くようなものです。まさに。さらに、私たちが愛する場所に戻ると、その場所が時間とともにどのように進化し、変化してきたかを見る機会が得られます。それは本当です。訪問するたびに、異なる視点と新たな感謝の気持ちが得られます。また、周囲にすでに慣れているので、戻ることでよりリラックスした没入感のある体験ができることもあります。絶対に、観光客の必見スポットをスキップして、人里離れた場所を探索することに集中できます。それは一時的な地元の人になり、別の視点からその場所を体験するようなものです。一方で、新しい目的地を探索したり、新鮮な冒険に出かけたりすることにはスリルもあります。私も同感です。世界は広大で、発見されるのを待っている素晴らしい場所がたくさんあります。それが旅の魅力です。未知の世界に足を踏み入れると、いつも期待感と驚きが湧いてきます。絶対に。愛する目的地に戻る場合でも、未知の領域に足を踏み入れる場合でも、それぞれの旅には独自の魔法があります。本当です。旅好きの気持ちを受け入れ、新旧を問わず、忘れられない旅行体験を作り続けましょう。レッスン20、旅行の手配。アンナさん、こんにちは。エキサイティングなニュースがあります。午後5時に着くのですが、部屋を予約してもらえますか？
こんにちは、ジョン。それは素晴らしい。午後5時の到着に備えて、必ず部屋を予約しておきます。ありがとうございます。宿泊施設の確保にご協力いただきありがとうございます。光栄です。訪問中、快適な滞在ができるようにしたいです。ご親切にどうぞ。その場所のおもてなしを体験できるのを楽しみにしています。きっと素敵な時間を過ごせると思います。他に何かお手伝いできることはありますか？実は、ちょっとお願いがあります。空港送迎の手配もしてもらえますか？もちろん。便利な空港送迎を手配できます。フライトの詳細を教えてください。それは素晴らしいでしょう。すぐにフライト情報をお伝えします。パーフェクト。必要な手配をして、スムーズにお迎えに上がります。どうもありがとうございます。ご協力に感謝します。光栄です。私はあなたの旅行をできるだけ手間のかからないようにするためにここにいます。あなたは素晴らしい仕事をしています。あなたの助けと細部への気配りに感謝しています。親切な言葉をありがとう。いつでもお手伝いできて光栄です。旅行手配の頼りになる人として、あなたを迎えることができてラッキーです。あなたはすべてをとても簡単にしてくれる。お役に立てて嬉しいです。お客様にシームレスな旅行体験を提供することが私の目標です。まあ、あなたは確かにその目標を毎回達成します。改めて、ありがとうございます。どういたしまして。安全な旅を。すぐにお会いしましょう。ありがとうございます。あなたに会い、素晴らしい滞在を楽しむのを楽しみにしています。レッスン21、プランの選択。アンナさん、こんにちは。ベーシック、スタンダード、プレミアムプランがあります。どっちが好き？こんにちは、ジョン。各プランの機能と価格について詳しく教えていただけますか？もちろん、ベーシックプランでは、基本的な機能を手頃な価格で提供します。それは私にとっては良い選択肢のように思えます。スタンダードプランには何が含まれていますか？スタンダードプランでは、ベーシックプランに比べて機能が追加され、柔軟性が高まります。それは面白い。そして、プレミアムプランはどうですか？何が違うの？プレミアムプランでは、限定機能と強化されたカスタマーサポートを利用できます。なるほど。各プランにはどれくらいの費用がかかりますか？料金について教えていただけますか？確かに、ベーシックプランが最も手頃な価格で、次にスタンダードプランが続き、プレミアムプランが最も高価です。情報ありがとうございます。今はスタンダードプランに傾いています。それは確かな選択です。スタンダードプランは、機能と手頃な価格のバランスが取れています。私も同感です。標準プランならお金をかけずに私のニーズを満たしてくれるようだ。絶対に、要件と予算に合ったプランを選ぶことが重要です。
これ以上は同意できませんでした。様々なプランオプションの説明にご協力いただきありがとうございます。どういたしまして。情報に基づいた意思決定をお手伝いできて嬉しいです。選択する前に必要な情報をすべて入手しておくことは常に良いことです。ありがとうございます。どういたしまして。他にご不明な点がありましたら、遠慮なく聞いてください。私がお手伝いします。感謝するよ。さらに説明が必要な場合はお知らせします。改めてありがとうございます。問題ありません。時間をかけて、あなたに一番合ったプランを選んでください。さらにサポートが必要な場合はお知らせください。